今日は涼しげな模様編みでプルオーバーを作っていきます。四角形を2枚作って肩と脇を縫い合わせてプルオーバーの形にします。シンプルな四角形から始めるので、サイズの変更や違う糸で編む場合も調節が簡単です。お好きな糸を使って編んでください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソー産のリサイクルコットン 100%、 色はホワイト、 40g で96メートル、使用界隈の目安は6号。これを今回10号で編んでいきます。この糸は綿 100% で太さは1ミリぐらい。あとはマーカーととじ針を使います。作り方を説明します。今回四角形の身ごろを作ります。前身ごろと後ろ身ごろ、この幅を少しだけ変えます。前はだいたい63センチ、後ろは55センチ。この場合、私は鎖を73、後ろは鎖を67、67編んでスタートしています。前は鎖73編んでスタートします。これで女性ものの L サイズぐらい。サイズの変更や違う糸で編む場合には6の倍数プラス1で調節します。作りたい長さまで鎖を編んで、その後に細編み1段、その細編みの数を6の倍数プラス1に当てはめます。余分な鎖は後でほどきます。そうすると好みのサイズにすることが簡単です。鎖編みをします。この糸端は少し長めに残しておきます。この糸を使って後で脇を縫うことができます。途中からスタートします。この鎖はゆったりと編んでいきます。このまま作りたい長さまで鎖を編んでいきます。鎖を編んできました。私はここでは見やすいように小さなサイズで作っていきます。1段目は細編み、鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み、裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。かぎ針から1、2、細編み、次もこのまま端まで一つに一つの細編みをしていきます。端まで来ました。次は2段目、鎖1つ、裏返して鎖の根元に細編み、鎖1つ、足元1、2、3、長編み、鎖1つ、同じところに長編み、鎖1つ、足元1、2、3、細編み。これで細編み1つ、鎖、長編み、鎖、長編み、鎖で細編み、これを繰り返します。鎖1、2、3、鎖、鎖1、2、3、鎖、
端まで来ました。また1、2、3細編み、次は3段目、鎖3つ、3、裏返します。下の三角に長編み、鎖1つ、また長編み、鎖、また長編み。これで長編み3つ、間には鎖、次は下の細編みに長編み、これを繰り返します。次も下の三角に長編み3つ、1、2、3、細編みに長編み、また同じ三角に長編み3つ、最後はこの細編み、長編み1つ、次は4段目、鎖4つ、1、2、3、4、裏返します。下の長編みの間、ここに長編みをします。これで四角ができました。次からも四角、鎖1つと長編みの間、こんな感じで四角を作っていきます。鎖で、今度は長編みの上、鎖で間、鎖、長編みの上、最後は鎖の1、2、3、ここに長編み、上が2本、下は1本、長編み、これで端まで四角ができました。この4段を繰り返していきます。次はこの細編み、鎖1つ、裏返します。根元に細編み、次は四角の中、次は長編みの上、四角の中、長編みの上、端の手前まで来ました。ここも四角を作ります。まず鎖の下、次は鎖の1、2、3、ここに最後の細編み、
これで四角ができました。次はこの部分、同じように繰り返していきます。鎖1、2、3、1、2、3。これで下と同じになりました。これを繰り返していきます。前身ごろと後ろ身ごろを編んできました。長さはだいたい52センチ。この細編みを数えると10段。この長さはお好みの長さにします。次は肩を縫い合わせます。肩を縫うときにはこの細編みが表の方が表。最初の細編みを見て、こっちが表だったらこっちが表。肩を縫うときには内側を表にします。こっちが表。で、角と角。最後の糸端は少し長めに残して切っています。だいたいこの縫い合わせる部分の3倍から4倍残しておきます。次はマーカーをつけます。少し広めの方が可愛いと思うので、私はここから10センチにマーカーをつけました。10センチぐらい。後ろ身ごろのこの真ん中を測ると、だいたい32センチ。これは実際に体に当ててみて、好みの幅にします。これは少し広めになっています。これを重ねて、端から縫い合わせていきます。角と角を合わせます。今、手前から糸が出ています。このまま向こう、この端の細編み、2本の糸の下、このまま向こう、手前の端の細編み、2本の糸の下、向こうは同じところ、次から一つずつ、まず2つ目、こっちも2つ目、このまま続けていきます。このマーカーのところまで縫っていきます。マーカーの手前まで来ました。マーカーのところには2回針を通します。しっかりとしました。あとはこっちに糸端を隠します。ほどけないようにしてこれで糸を切ります。反対側も同じようにつなぎ合わせます。次は脇を縫っていきます。こっちが裾、こっちは袖ぐりになる方。ここにマーカーをつけます。私は上から少し伸ばして測って
18センチ、18センチの細編みのところ、ここにマーカーをつけました。模様が揃うようにして同じ長さにします。で、裾から縫っていきます。袖ぐりをもっと広くしたいときには、このマーカーをずらします。で、その範囲で縫っていきます。端から、手前から糸が出ています。向こうの細編みのこの2本の糸の下。で、もう一度。ここからこの細編みに1回、次はここに2回ぐらい、こっちにも2回、これぐらいの間隔で縫っていきます。大体で大丈夫です。細編みには1回ぐらい、あまりきつくならないように縫い合わせていきます。で、またこっちからは2回、このままマーカーのところまで縫い合わせていきます。マーカーの手前まで来ました。マーカーのところは2回、あとはさっきと同じように糸端を隠します。反対側も同じようにします。次は袖を作ります。今表が上になっています。ここは縫い合わせてきたところ、この糸の隣からスタートします。同じところ糸を出して鎖一つ、また同じところ糸を出して、このままこの糸の隣糸を出します。この3本を一度に引き抜きます。マーカーをつけておきます。次はこの細編みのところ、ここに細編み1つ、次はこの細編みに細編み1つ、次は長編み2つ、1、2、また2つ、あまりきつくならないように編んでいきます。細編みに1つ、ここの細編みに1つ、また2つ2つと編んでいきます。これで1周します。1周編んできました。マーカーのところに引き抜きます。次は2周目。2周目はこの部分を編んでいきます。細編みから鎖1つと細編み、これが1つ目、1つ目、鎖1つと足元1、2、3、さっきと同じように編んでいきます。1、2、3、次また鎖1、2、3と編んでいきます。ただここでは
この模様を続けたいので、ここでちょうど終わるように、この細編みの数を調整します。ここでは2つ、途中でいくつかを1つにします。ここで1つ飛ばして2つ目とか、これで数を調整してここまで編んでいきます。2周目の終わりまで来ました。鎖1つ編んだ後、1つ目の細編みに引き抜きます。これで模様がつながりました。次はこの部分、長編み3つ。まず鎖1、2、3、下の三角長編み、鎖、これで3つ、細編みに長編み、これで1周します。長編み3つ編んで1周しました。最初の鎖の1、2、3、ここに引き抜いてつながりました。次は四角、1、2、3、4、間に長編み、これで四角ができました。また鎖1つ、鎖、長編み、これを繰り返して1周します。四角で1周しました。最後も四角を作ります。鎖の1、2、3、ここに引き抜いて四角ができました。次は細編み、鎖1つ、根元に細編み、分かりにくくなりそうだったらマーカー。次は四角の中、長編みの上、四角、長編み、これで1周します。細編みで1周しました。1つ目の細編みに引き抜きます。次はこの部分、この長編み2つ、細編みからスタートします。まず鎖1つで足元1、2、3、長編み、鎖、長編み、鎖、1、2、3、これを繰り返して1周します。長編み2つで1周しました。1つ目の細編みに引き抜きます。最後は細編みだけ。鎖1つ、根元に細編み、鎖の下に細編み、次は長編みの上、次はこの三角に細編み2つ、1、2、これで2つ、次は長編みの上、鎖の下、細編みの上、こんな感じで編んでいきます。また同じ鎖の下、長編みの上、三角に2つ、長編み、鎖の下、細編み、これで1周します。鎖の下、長編み2つ、長編みの上、鎖の下、1周します。細編みで1周しました。
最後は針で始末します。糸を切ります。で最後の細編みから糸を抜きます。で最初の細編み、ここに手前から向こうに針を入れます。2本の糸の下で最後の細編み、最後の細編みの上から裏に出して、これを整えます。これはちょっと小さめにして、あとはほどけないように糸端を隠します。反対側も同じように袖を作ります。次は襟ぐりに飾りを編みます。飾りはこの部分、この細編みはすでにあるので、その上にここ長編み2つと細編み、ここに編んでいきます。この肩を縫い合わせたところ、ここぐらいから始めていきます。ここが縫い合わせた糸、ここからスタートします。ここに細編み、まず鎖1つ根元に細編み、今までと同じように鎖1つ1、2、3、1、2、3、これを続けて1周します。この模様がつながるようにしたいので、この細編みの数を調整して最後につながるようにします。襟ぐりの1周目を編んできました。1つ目の細編みに引き抜きます。次は2周目。2周目はこの部分、細編みで1周します。さっきと同じ鎖1つ細編み、鎖の下、長編みの上、三角に2つ、これで1周します。1周したらさっきと同じ針でつなげて隠します。裾に飾りを編んでいきます。襟ぐりを編んだ時と同じ、この長編み2つと細編み、同じように編んでいきます。でここは縫い合わせたところ、この入れやすいところ、糸を出して細編み、同じところに鎖1つと細編み、鎖1つで、この三角と同じ位置に三角、これで同じラインになりました。鎖1つ、また次も同じライン、これで1周します。1周したら鎖1つとここに引き抜いて、で次は細編みだけ、襟ぐりと同じように1周して、最後は針で始末します。これで出来上がりました。着る時にはこんな感じで広がって、肩は少し下がる感じになります。
袖はこんな感じでとても可愛く出来上がっています。裾にも飾りをつけました。で、前身ごろを少し広くしたので前が少し下がって綺麗な襟ぐりの形になりました。で、サイズを測りました。上から下まで53、横幅52、襟ぐりは78、袖は7センチの16センチ、使った糸の重さは 190g。 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。